おじさんコメント取りです。はい。皆さんこんばんは。平和の輪に地球の地と書いてわちつかさです。今回のピットガールズはスパと番組のコラボになります。私の本当にあった怖い話にも注目してください。最後まで絶対に見てくださいね。さあということで今週も始まりました採掘ビットガールズ、私アンタッチャブル柴田です。そしてはい、よしきりさです。よはいろしくお願いします。そして今週は7人のビットガールズが登場です。お願いします。お願いします。何？これは今日は気合を入れてちょっとすごいセンターなんで今日は気合い入れたのよ。今日ちょっと小島さんの時は気合い入れないでよ。ちなみに、自家総額ランキングの結果が、今回こちらです。さなちゃんがやっぱ1位ですね。で、ゆうきちゃんが2位で、あさにゃんが3位ということです。ビットガールズ時価総額ランキングはご覧の通り。これからもみんなの頑張り期待しています。トレ株主の皆さん、応援よろしくお願いします。そこで今回会長からの指令はこちらです。どちら？企画力を鍛えるってお、いう。これは非常に大事じゃないですか。はいセルフプロデュースも含めてね。そうなんです、ということで今回のゲストは総合情報週刊誌スパの編集長金泉俊介さんです。マジかよおい。どうぞ。そんな方が来ていただける。あ、さあさん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう新幹線のお供って言ったらスパだからね、大体。東京駅では一番売れる週刊誌の一つっていう。だそう。落ちまで持ってんのかよ。3、40代男性がターゲットの総合情報週刊誌スパ。その金泉編集長から今回はファンの心を捉える企画力を学んでいきましょう。なのでちょっとわちちゃんも気合が入っているというグラビア欲しいなと思ってわちさん11月に、リリー・フランキーさんと三浦淳さんのグラビアン魂という企画があるんですけど、そこに出ていただいて、結構グラビアの子たちにとっては登竜門なんですよ。やった？やりました。で私それでリリー・フランキー賞をいただいて、お恥ずかしいんですけれども。いやちょっと待ってください。3人に1人が夕食300円未満って聞いちゃうんだ。そっちの方が気になっちゃう。マジで大変でしたね。見出しがもう早速企画力が満載なんですけれども、30代40代の人って多分このままではもう逃げ切れない世代というふうに我々は言っていて、そういう人たちのためになる情報を出す雑誌というのがスパの、テーマですね。スパに出たいよね。出たいです。そうだよね。こんなに父見せるぐらい出たいです。取っちゃえばいいじゃない。ちょっとアポロはまだ。まずは金泉さんにスパではどんな企画が採用されているかを実際の紙面をもとに教えてもらいましょう。こちらです。ちょっと社会的なやつから入りたいと思います。行きましょうね。はい。うっかりセックス。読んじゃうの？やるから。これですね、うっかりセックス多発地帯っていうのは、実は関西でうっかりスマタっていう裏ブームがあったんですよ。でなんかその言葉が面白いよねっていうので少し話題になったんですよ。裏風俗なんですけど、それであとこの春って書いてあるんですけど、4月になるとやはりこう出会いが多くなるんですね。今ちょっと2月なんでそういう感じじゃないですけど、で実際街がちょっとこう浮ついてくるんですね。でこの前の年に棚ぼたセックスっていう特集をやったんですよ。そしたらその特集が非常に売れたんで、今年は棚ぼたセックスに代わるなんかいい企画がないかなっていうので、その関西のうっかりスマタと合わせてこの号はうっかりセックス。なるほど。なるほど。性に対してのこういうタイトルやっぱ引っかかりますよね。わかりますね。続いてはこちらです。出世するしないの分岐点。はい、こうさっき言った30代40代のやっぱりサラリーマンにとっても最大のテーマの一つというのがやっぱり出世するしないなんですね。でこれ大体その人事異動っていうのは季節によって違うんですけれども、3月4月とみんなわさわさしてくる時期にこういった業界別の、出世するしないを検証していくという特集をこの時はやりましたね。一人暮らし OL の食と性がやばいも気になりますね。すごい面白い。
これやっぱり一人暮らし OL がやっぱり時間をかけていくとこう二極化していくんですよね、やはり装飾化してって本当にそういうヨガにはまってもうずっと装飾になっていく人と、あとどんどんそういう男遊びが激しくなる人っていうのが分かれるので、ちょっとそこを裏側で追っかけてる。面白いね。やっぱ男は下心があるからどういう女狙えるのかなとかってやっぱちょっと勉強しちゃうんですよね。見出しの付け方を踏まえてここからはビットガールズ企画プレゼン対決。その勝者にはなんと金泉さんが一番興味を持った方にはスパのウェブ版日刊スパで記事を書いてもらうことになりました。日刊スパで？はい。だからガンガンアピールをしていただきたいんですよね。設定上俺はこっちのね会社の人みたいになってますけど、俺だって書きたいですよ。ということで日刊スパへの記事掲載をかけてビットガールズたちが自ら考えてきた企画をプレゼン。果たしてどんな企画が上がってくるのか。金泉さんが一番興味を持った方が日刊スパに記事を書くことができるので、皆さん頑張ってプレゼンしましょう。よし頑張りましょう。日刊スパ掲載企画のプレゼン。まずは元 SKE 加藤ルミ。最初はルミちゃんです。はい。行こお願いします。行きたいと思います。私生きることは食べることだと思っておりまして、でその中でも私がその食に関して一番愛が強いものがありまして、こちらじゃん。お寿司への愛が強すぎる女子絶対に外さない回転寿司。面白いね。絶対に外さないの。東京名古屋の回転寿司を制覇したという加藤ルミ。そんな彼女のとっておきのお店があるという。いきます。じゃん。もりもり寿司。はい、皆さんこのもりもり寿司聞いたことありますか？聞いたことも知らないですね。知らない。金沢に本店を構えております。絶対うまいわ。じゃあうまいわ。最近東京にも東久留米の方に私がぜひ食べてもらいたいこのネタというのがこちらです。ドン。ガスエビ。ガスエビ。はい、このガスエビっていうのは北陸の方でよく取れているエビなんですけど、水深が 200m から 1000m の深海にいるんですよ。でかなり鮮度が落ちるのが早いのでなかなか希少なエビなんですね。まあ見た目はそうなんですよ。エビでまあこうむくっとちょっと汚ねえなみたいな感じもあるんですけど、とても甘みが強くてですね、もう甘エビよりも甘いっていう方もいらっしゃるくらいのすごい美味しいエビを食べることができる、それがもりもり寿司でございます。ガスエビね。はい、ガスエビ。食べたい。はい。続いては私が好きなメニューです。こちらドン。のどぐろのあら汁。のどぐろの脂がもう浮き出るように上がってそうなんですよ。なのですごいコクがあって、もっと高級魚だったけど今はねこうやって食べれるようになってね、そうなんです。嬉しい高級なんですけどもリーズナブルに食べられるということで、シャリはやっぱり北陸の富山のお米を 100% 使っているので、100% ってなかなか言い切れるところってないと思うんですよね。そこもやっぱりおすすめなポイントです。じゃん。もりもり寿司行ってみてください。回転寿司ラブな加藤ルミでした。もう今日食べたい。回転寿司って今本当 PV を撮れる記事のベストいくつかに入るぐらい。それでおすすめするランキングとかもりもり寿司以外とかをこう組み合わせられると記事としてはいいのかなっていうふうに思います。なるほど。ありがとうございました。それでは続いてはきのちゃん行きましょう。さあ行こう。続いては高坂きの。プラモデルアイドルである彼女がプレゼンするのはプラモデルのじゃん。ネクラなイメージを覆す脳にもいいプラモデルのすすめをお送りしたいと思います。脳にもいい。プラモデルってどんなイメージあります？細かい。細かい説明書がついていて、なんか立体パズルなんですけど立体に組んでいくのの順番がこうやって書いてあるんですよ。なので、パズルとかにずっと簡単に誰でも組めるっていう仕組みになっていて、で
私が作った作品がもうめっちゃいろいろあるんですけど、そうです、プリンアラモードをイメージしたこうモビルスーツだったりとか、これ船を本当はぶった切って作る人はいないんですけど、ティッシュケースにしてみたりとか、まあ全然あげます。これアナ雪の城ですね。こうやって説明書通りに組んでいくだけじゃなくって自由にこうやって組み替えたりとかね、そこでそのプラモデルがどうして頭にいいかっていう部分を説明していきたいと思います。なんとこれ科学的根拠があるんですよ。ちゃんと学者さんがですねこうやって調べまして、どういうところがいいのかっていうので何個か研究があるんですけど、ここだと東京理科大の先生がこう論文にまとめたものがあって、男子学生にプラモデルを15分ぐらい作らせたら普通に何もやってない人よりも計算速度が上がったとか、で他にも脳波の勉強をしている方もいて、その研究だと100マス計算のような大量な計算をしている時と同じぐらいの集中力が得られるっていうのがあるんです。一人で作るんじゃなくってみんなでサークルみたいに集まって同じ場所で作って会話を楽しんだりとか、ご高齢の方とかも作業療法じゃないんですけど指先を使えるので手順通りに作るだけでちょっとボケ防止になったりとか、そういういいところがありますというので、プラモデルは健康にとてもいいですというご話題でした。プラモ愛だね。そうです。ありがとうございます。ありがとうございます。プラモデル、その脳とみんなでやるっていうところと何本か記事ができそうなイメージですね。世代だからな、俺たちそうなんです。それもないんですよね。スパ世代はやっぱりプラモデル離れちゃってる人もいるけど、今やっぱりこんな進化してるんだとか昔と変わってないじゃんとかって見るっていう興味を引く点でもいいのかなと思いますね。楽しいって思いますよね。そうですよね。ターゲットがぴったり合ってると思うので、ぜひよろしくお願いします。素晴らしい。ありがとうございました。それでは続いては佐野ちゃん行きましょう。はい。続いては佐野真也。彼女がプレゼンするのは元の職業のやっぱりスパってさっきもね出てた通りなんちゃらセックスだとかなんちゃらセックスとかそういうのやっぱりターゲットの男の人って好きだと思うんですよ。でしょ？というわけで私が提案するのはこちらです。レースクイーンの知られざる裏側です。なるまずはこちらです。じゃん、水着。はい、これは我が家にある自前の水着です。なんと49着ありました。そうなんです。撮影会とか結構やってるんですけど、ほとんどやっぱり衣装って自前なんですよね。自前なんですか？そうなんです。で、あとやっぱり身長私でかかったりするので、やっぱ自分に合う水着じゃないとダメだなと思って、というわけで次のワードはこちらです。じゃん。ファンが選んだ水着ランキング。長年撮影会やってるので、その中で3位から1位を発表したいと思います。というわけで3位の発表です。じゃん。3位はこちらです。下着だね。いや、まさしくその通りで、やっぱり男性はこれを見て下着をなんか連想するみたいで、それがやっぱり受けたのかななんて。2位はこちら。じゃん。2枚着てるみたいなのがエロいですね。そうなの、そうなの。なんか2枚重ねがなんか中に下着着てるみたいな感じをまた連想させていいのかななんて。で、私はやっぱこういう風に攻めていかなきゃいけないんだなということで、次は1位の発表です。1位なんだろう。はい。なんでしょう。1位はなんと私今着てきてます。なので脱ぎます。いや、いいんだけどさ。1位はこちらです。じゃじゃーん。でもなんかかっこいい。すごいかっこいい。私はレスクイオブジャイアっていうレスクイの賞を取ったんですけど、その時にだけ着た水着なんですよ。なんであんまり撮影会だとかそういうのでは披露してないので、ファンの人はすごいこれを見るとなんか伝説のゴールデンビキニって結構発狂してくれる。これネタとしてはすごいシンプルなんですよ。すごいシンプルなテーマなんだけど、持ってい方がすごいうまいなと思ってて、この放送と一緒にこのニュース出すとなんか PV 稼げそうだなっていう。ちなみにこれ下ももちろんあるんですよ。そうですよね。これも隠してるんです。はい、これなんですけど、全身を見たい場合はぜひスパにグラビア魂を。すごいできてる。うまい。ありがとうございました。ワー
ち司がプレゼンするのはグラビアアイドルに起きるさまざまなそれでは、わっちゃんお願いします。はい、148センチ H カップの和知司です。私現役グラビアアイドルなので、グラビアアイドルの話をしたいと思うんですけど、私がしたいのはこちらです。現役グラビアアイドル本当にあった怖い話。ほらもうちょっと見えるね。やっぱ怖いことってお化けだけじゃないんですよね。わかるよ。プレゼント編ということで、先輩の話なんですけど、ティファニー。ティファニー、嬉しいじゃないですか。ティファニー嬉しいですよね。違うの？いや私も本当にやっぱティファニーの指輪欲しいなって思うんですけど、ある日こう一緒に仕事が終わって「これプレゼントでティファニーもらったんだよね」って言って「ちょっと中なんだろうね、ピアスかな指輪かな」って言ってたら、なんと中にちょっと汚れたちくわが入ってたんです。ティファニーちくわ出したんだ。もう先輩とロイヤルホスでこれはやばいってなりましたね。こんな感じで、怖いことはね、グラビアアイドルいっぱいあるんですけど、次はこちらです。ストーカー編ということで、これは結構ですねストーカーに遭うことが多くて、これは私の話なんですけど、最近引っ越したんですけど、その前の家が帰ってたら家をピンポンとしてきて「集金です」と。で払われてないですよって言われてから、私払ってるなと思って、そしたら「いやちょっと友達の家なんでわからないです」って怪しいから言ったら「いやあなたが住んでることはもう分かってるんで、ドアの前に出てきてください」って言われて「いやちょっと分かんないです」って言ったら「いやドアの前にとりあえず出てきてください」どん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 ってされて、いやちょっとおかしいなと思って、で確認したんですよ、そこの会社に。そしたらそこの地域は今日回ってないのでうちではないですと言われてしまい、警察の方にこう連絡をしたら、いやそれはもう接触をするまで来る方っていうのはもう襲う気しか殺す気しかないから、開けてたらもうやられてましたと。そうだよね。言われたんですけど、いかがですか？レースクイーンの裏側よりやっぱグラビアアイドルの裏側の方が大変そうですね。そうですよね。記事にはなんか深みが出てくるような気はしました。結構思いのほかみんながドン引きする。まあね、皆さんそういうお仕事してるんだけれども、ちょっと上行ってるわっていう感じがね。さあ続いては大川瑞希。日本舞踊家が持ってきた企画とは？で私が今回紹介するのはこちら、日本舞踊女図鑑生めかしい伝統の点々。なるほど。こういうのいいね。日本舞踊業界実は綺麗な方が多いんです。はい。で写真も紹介していきたいと思うので、はい。ちょっと間違えました。大変失礼いたしました。はい、こちらです。こちら、はい、こちらは私の日本舞踊の先生のお嬢さんなんですよ。はい、白塗りですね。目もすごい艶やかでとても綺麗なんですが、で皆さんやはり素顔が気になりますよね。これあんの？じゃあちょっとお見せしたいと思います。はい、ではいきます。ではこちら、はい、こちらですね。今の尾上ゆかりさんという日本舞踊家の方です。はい。で日本舞踊尾上流3代家元2代尾上菊之丞の長女ということでこちらです。はい。もうほとんど素顔でいつも過ごされてるんですけど、はい。なんと42歳なんです。すごいこれは。すごい近くに。昔から美白のCM とかも出られててすごい色白で、はい、素顔からもとても美しい方なんですね。はい。実際に綺麗な方が多いので見たいなと思って劇場に足を運んだらそういう目線でも楽しんでいただけたらなって。機会がありましたらもっと綺麗な方たちを。もっと綺麗な方たち。いかがでしょう？いやこれすごいいいんですけど、スパに出てもらっちゃって大丈夫なんですか？一応許可をもらってるんですか？ありがとうございます。すごい。ありがとうございました。ありがとうございました。
では続いてはあきらちゃん、はいお願いします。続いては樹あきら。コスプレイヤーの発表する企画とは？じゃあまずあれなんですけれども、時代とともに変化を遂げるコスプレということで、それを趣味としてすごいずっとやってるコスプレイヤーの業界というか、のコスプレ界のことを説明したいなと思って、10年前ぐらいですね、コスプレ始めたのが2007年頃なんですけど、10年前って言ったら12歳でもう中学生ぐらいからやってますずっと。今コスプレって言われたらやっぱり女の子キャラのイメージが強いですよね。そういうことね。この頃男の子キャラから入る子がほとんどなんです。いわゆる男装っていうんですけど、っていうのが結構主流だったんです。ジャンプ作品のワンピース、ナルト、リーグレイマン、ブリーチ、銀魂とか。こち亀に入ってない、こち亀に入ってないかな。一番読んだ。一番読んだ。ちなみに私も男装から入ったんです。本当。何？一番初め。家庭教師ヒットマンリボンのひばり京也っていう男、わかりますか？わかる。っていうもう全然今とは違う感じのキャラクターで、こっから変化があったの。どういう変化が起こったかっていうと、まずツイッターのブームが日本で来ましたよね。女の子キャラのコスプレをする子がすごく増えたんですよね。なんでですか？それまではコスプレ専門の SNS サイトだけでレイヤーさんが写真を投稿することが多かったんですね。でもそうなると一般の人は見ないですよね。ネットで検索とかしないと。ツイッターができて、ツイッターにコスプレ写真を流すレイヤーさんがすごく増えたんです。要するにファンが増えてきたってことだよな。そう。男のファンがやっぱ増えるようになってきたからさ、やっぱり。なんかコスプレしてる女の子ってちょっとこっちは抵抗あったけど、でも可愛いコスプレだったらちょっとね、知り合いなくてもやっぱ映像では見たいねっていうところがあるからやっぱ。フォロワーが多いコスプレイヤーさんも増えたので、それに目を向けてくださったゲーム会社さんだったりとかアニメ公式会社さんがお仕事としてコスプレイヤーを使ってくださるようになったんです。つまりコスプレイヤーのプロ化ということにつながるんですよね。これから全然どうなるかわからないコスプレの一つでもあるの、もっとコスプレをしていただきたいなと思ったので、そうコスプレを身近に感じてほしい、どんどんメジャーになってはいるので、かなりメジャーにはなってきてるんですよね。メジャーというか身近にはなってきてるよね。なってますよね。ハロウィンとかの煽りもあるしさ、クリスマスなんかもそうだけどね。はい、ありがとうございました。いかがでしたか？本当体系立ててなってるんで、もうこれはなんかいけそうかなというふうには今思いましたね。記事で読むとまた分かりやすいですよね。分かりやすくあって、ちょっと緊張して抜けた部分もありましたけどいいのかなという。はい。コスプレ界はね、コスプレ界で僕たちみたいなものがコスプレして増えていくより、コスプレ界を支えてる人たちがもっとコスプレというもののブランディングを考えていった方がいいね。一般層に増えることよりやっぱすごいなって言ってみんなが見に行きたいとかいう風になっていく方がコスプレ界はいいよ。そうですね。頑張ります。ありがとうございました。さあ最後は島田玲奈。元 NMB48 チームリーダーのプレゼン内容は？はい、よろしくお願いします。私元 NMB48 でアイドルをしていて今経営者でやってるんですけれども、私が紹介したいのはこちらです。元アイドルが語る今時のアイドル事情。やっぱりそういうことでしょうね。でまずこちらです。アイドルの懐事情。多分お金のお話って多分みんな大好きだし、逆に多分知らないと思うので、こう華やかに見えてアイドルってお金が全然もらえないんですよ。例えば朝から晩までその番組の収録3本4本撮りってなっても500円ワンコインだって。でも逆に言ったら出れない、テレビに出たくても出れないアイドルっていっぱいいるので、そういう機会をもらえてるのがこっちさ財産なんですけれども、お金にはならないっていう事情が結構ありまして、多いしな、頭割りするとな。そして続いてはこちら。アイドルから見た好かれるファン、嫌われるファン。こういうのこれは握手会とかで
説教しちゃうファンの方いるんですよ。応援したいがゆえにもっとこうした方がいいよだったりとか、あれはちょっとやめといた方がいいよ、あの SNS もっと投稿しなよとか、気持ちはわかるんですけれども実際嫌われます。アドバイスはしない。それは本当にこれは実際の今ま生のでどんなダメ出しされたんですか？ありますよ。なんか一番女の子やっぱ嫌なのは太った太ってないとか、もっと痩せた方がいいよ、それは自分が一番分かってるからあなたが言わなくてもいいんですっていうことを言わないでほしいっていうのとかはありますね。あるよね。好かれるファンは趣味があったりだとか共通のお話があって、逆に物知りで自分の知らないことを教えてくれる方だったりとかも私は結構好きでしたね。なるほど。そういう感じで、こういうなんかもっとアイドルが語る、プロデュースしてる側としてもいろいろ喋れることだったり、その生の声だったりできるので記事にしたら面白いんではないのかなと思って今回持ってきました。なるほど。ありがとうございます。ありがとうございます。いかがでしょうか。本当アイドルも本当人気のテーマなんですよね。さあ7人のプレゼンが出揃いました。日刊スパで記事を書くことができるのは誰なのか。みんな正直全部記事になるぐらいレベルが高いかなと思いました。やっぱり一人っていうのは難しいかなと思ってまして、3人選ばせてもらいます。3人選ばせてもらいます。ありがとう、逆にありがとうございます。ありがとうございます。ね、集中、ほんでありがとうございます。嬉しい。仕事は自分でこれ。ねえ。自分じゃ何もしてくれないぞ。それでは日刊スパで記事を書くことができるのは一体誰なんでしょうか。金泉さん、発表をお願いします。はい、じゃあ3名発表させてもらいます。加藤さん。大川さん。五木さん。ほんと5だって五木なんかさ、プレゼンクソ下手だった五木さんの話は実はプレゼンは多分下手くそだったんですけど、喋ってる言語が構成がちゃんとできてたんですよね。なんで記事にした時の方向性が見えました。泣いちゃってんだもん。よかったな。ちょっともりもり寿司だけっていうのはこの後ご相談させてもらおうと思ってるんですけども、名古屋から東京までの回転寿司結構見てらっしゃるってことなんで、ちょっとその辺を掘り下げてですねやっていければいいかなというふうに思いましたね。日本舞踊をやはり広めようっていう気持ちっていうのがやっぱり伝わってきたのと、あと尾上さんでしたっけ、やっぱり衝撃ですよね。綺麗ですよね。美しい、本当に美しいと思うし、アイドルの話とか、グラビアアイドルの話って PV 伸びるんですけど、やはり日本舞踊みたいなものにみんな目を向けていくっていうのは非常にいいテーマだなと思ったんで、あと尾上さんのアポも取っていただいてるということで先に取ってくれたのね。先に取っていただいてるっていうのも結構ありがたかったかなと。3人選ばせてもらったんですけど、本当全部いけるテーマだったし、プラモデルもいけるし、もうレースクイーンなんて逆に完成しすぎてて、なんかうちとしてはちょっとそこじゃないとこ目指したいかなと思ったりとかしたぐらいですね。もう完成度高いんですぐいけると思います。後日スパ編集部を訪れました。おはようございます。こんにちは。よろしくお願いします。担当の方とともにプレゼン内容をブラッシュアップ。この放送後日刊スパにアップされます。どんな記事になったかぜひ見てみてください。現在1週間単位で展開されているご褒美 VTR 争奪戦。票の投票で1位に輝いたのは佐野真也。